カウゼットインクのシーンマシーンというインクです。濃い青が出ます。ベースは濃い青のインクなんですが、書いた後に赤くフラッシュするインクです。インクの蓋についている色は綺麗な青が出てましたね。赤色のみじんも感じないんですが、ティッシュについた色は結構濃い青が出てます。乾いた部分をちょっと拭いてますけども、結構黒ずんでいます。濃い青が出てます。書いた後の経過で濃くなる気配がちょっとするような楽しみなインクです。今回のペンはプラチナ万年筆のバランスシャインクリスタルです。すでに残念ながら廃盤となっているモデルです。以前何かの青系のインクを入れた後、色がちょっと残ってしまってますが、気にしないようにしてます。気にしないと言いつつもその後は青系のインクしか入れてないんですが、2部は中です。 M とか F ではなくて中っていう表示があります。他に細いっていう表記と極細っていう表記のやつがあったと思いますが、ちょっと定かではないんで今回使うのは中になってます。出張先のお気に入りの文具店で勧められて買ったものです。実は同じメーカーのセンチュリーがすごく書きやすくて、もう少し買いやすい価格帯のペンはどんな書き心地なんだろうなと思って店主に相談した際に勧められて、今同じくお気に入りになっているペンです。2本持っててもう1本はオレンジ系を入れてます。結構このキャップシール部分がよくできててしっかりと密閉されている感じがするんです。カウゼットインクというコーポレートは2012年にポーランドのワルシャワ近郊で万年筆用水性筆記インク製造を始めて、2015年にカウゼットインクブランドとして創業したメーカーです。本製品は創業者で科学者であるコンラッド・ズラウスキー氏と奥さんの夫婦が独自に開発しようとした製品になっています。コンラッドさんのミドルネームも含めたイニシャルから KWZ カウゼットインクと名付けたとのことです。カウゼットインクには魅力的な古典インクが結構多くラインナップされていて、試してみたいインクも結構あるんですけども、2021年にいくつかのインクが廃盤になってしまうということで残念です。今のうちに何本か買い揃えておきたいなというふうに思っております。シーンマシーンのネーミングの由来でもありますシーンインク。シーンインクっていうのは激しくフラッシュするインクの呼称ということです。カウゼットインクからはシーンマシーン2も出ているんですが、あちらも欲しいんですけど、今はこちらが非常にお気に入りのインクになってます。インクのラベルのように右側の青い優しい表情の陰で、赤い悪い感じの表情がインクの特徴を表している、結構このお気に入りなラベルにもなってます。今回は英語のメモパッドで記入をしてます。インクの吸入直後なので、気持ちよくインクが乗っていきますよね。万年筆からよく出ていきます。インクの分厚いところが光っているような感じがします。綿棒で書いてるんですけど、綿棒って結構インクが発色する美味しいところを綿棒自体が吸着してしまって紙にのせきれてない気がするんですけども、気のせいでしょうか。このインクは、私のインクの師匠からいただいたお気に入りのインクです。結構長い期間エースインクとして使ってました。私営業なんですけども、外回りの際に記名する機会が多くて、その時に通常黒のボールペンで記入することが多いと思うんですが、あえて万年筆で黒とは違った色を使っていたんです。でもやっぱりキラッと輝くインクもいいなって使ってみました。赤く光ってるのがお分かりいただけるでしょうか。わざわざ光らせているんですが、見る角度によって光り方がちょっと変わってきますので、芳名録なんかで
自分だけこのインクを使ってれば後で見た時に目立ちますよね、営業やってて他の人と違うよね、変わってるねって言われるのが、最大の褒め言葉として捉えられるようになりましたので、学生の頃は人と同じなのが落ち着いていたんですけども、今はちょっと変わったインクを使うことに、魅力を感じて外でも使うようにしてます。私の胸ポケットにはいつもパイロット万年筆のキャップレスが刺さってます。デシム2本と LS を1本、胸ポケット用のエースとして使ってますが、最近はキャップレス LS ばっかりです。最近出た新しいキャップレス SE も欲しいんです。リボン柄が好きなんでちょっと狙ってます。国用のキャンパスノートに書いてます。ちょっと今書き出しでかすれましたね。少しインクを入れて2日ほどはいいんですけども、日にちが経つとインクが乾いてくる感じがします。ペンが悪いんではなくてインクが乾きやすいんじゃないかなと思ってます。書き出しでかすれてるのが、それが表されている証拠なんではないかなと思ってます。他のインクに比べて少し、乾きが早いんじゃないかな。同じペンを使ってても他のインクだったら書き出しが滑らかなのに、このインクは少し乾きが早い感じがするんですよね。粘度が少し高いことが要因じゃないかなっていうふうに考えてます。国用のキャンパスノートは紙自体が結構つるっとしているので、光り具合が表現しやすいかなと思ってチョイスしました。シーンインクは吸湿性が低くてゆっくり乾燥する紙が光りやすいとのことなので、思惑通り赤いのがキラキラっと出てるんじゃないかなって思います。実は他にもツルツルの紙を使って書いたんです。新聞広告の裏紙とか、紙自体が光っちゃってうまく動画写真等で表現できなかったんですよね。非常にキラキラしてたんですけど残念ではありますが、国用のキャンパスノートあたりが表現できるギリギリのラインかなっていうふうに思ってます。インクが重なってるところは光り方にもよりますけど、すでに発色していますよね。さりげなく光るあたりがいいと思ってます。多くの万年筆インクに入れることなんですが、インク水に弱いんですよね。営業で外で決めすることが多いと言いましたが、夏とか湿度の多い時に結構インクを手が拾ってきてしまうんですよ。私見ての通りペンを結構寝かせて書くので、ペン先と指は遠い位置関係なんですけど、ふとした拍子に触れてしまうと結構手が青くなることが多いので気をつけてます。特にこのインクはっていうふうに思います。ペン詰まりを起こした時にちょっと水につけて復活させることもあるかと思いますが、気持ちいいくらいにちょっとつけただけですぐに復活するんです。乾きやすいけど水に溶けやすいので、すぐに復活する。言い換えれば紙の乗ってるインクも水で容易ににじむっていうことなんでしょうか。そこだけちょっと難点かなっていうふうに感じてます。国用のキャンパスノートでの発色を見てもらってます。左上からの光になります。先ほどより少し赤が綺麗に発色しているんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。特に線が密集している部分が発色がいいんじゃないかなと思います。今回は左上からの LED 電球での光り方のみを見てもらいましたが、室内と室外だったり、また外の光が入ってくるような場所、光の種類や場所によって、また紙の種類とか万年筆のニブの太さによっていろんな表情を見せてくれるインクだと思います。私のお気に入りのインクでありますカウゼットインク新マシンの紹介でした。